皆さんこんにちは。大麻の保存は品質と鮮度を保つためのとても重要な要素で、ちょうど良いバランスが必要です。鮮度を保つために包装された大麻の中の酸素を窒素に変えている会社もあります。そこで今回の動画では大麻の最適な保存方法を紹介します。最高な状態を常に保てるようにしましょう。また今回紹介する方法以外にも、俺こんな方法知ってるぜ、私こんな方法知ってるよという方はコメント欄で教えてくれると嬉しいです。それではお楽しみください。大麻の保存はまず第一に湿度がとても大事です。乾燥した大麻の花に必ずキュリングという大麻を放置して乾燥させる作業をします。この時花の中にある残り少ない水分が飛びます。これが 6% から 9% までに水分が減るとベストです。なるべくこのバランスを保つのが重要となります。湿度が低すぎると花は脆くなり、 THC 含有量も下がり、味も落ちてしまいます。摂取する際に品質が落ちているのは残念ですよね。では逆に湿度が高すぎたらどうなるのかというと、湿度が高いと深刻な問題が起きてしまいます。大麻に湿度はかなりの天敵で、水分の量は光の加減や保存場所の温度によっても変化するので、保存する場所も要注意です。また湿度が 65% 以上だとカビが生えてしまう可能性が高くなるので注意してください。この写真の白い蜘蛛の巣のようなものがカビです。乾燥する際、大麻の花の水分は 15% 前後までに減らし、乾燥をしてからキュリングを行います。次に大麻を保管するのに最適な温度についてですが、大麻の寿命を伸ばすためには室温より少し涼しい日の当たらない場所に保存するのがベストです。大麻を保存するのに最適な温度は21度ぐらいと言われています。25度から30度の高温な状態で保存してしまうと、カビ類や有機物が育ちやすい環境になってしまうので気をつけましょう。高温になると枯れやすくなってしまいます。逆に低い温度の場合はそこまで問題はありませんので、例えば冷蔵庫の中でも OK です。高い温度よりも低い温度の方が保存には適していますが、大麻が脆くなったり煙がきつくなったりすることがあります。続いて光と酸素が大麻の構造を変える話をします。光は一番大麻をダメにしてしまいます。なので日光の当たるところでの保存は避けましょう。暗い場所で保存すると1年から2年ほど大麻の寿命を延ばすことができると証明されています。また紫外線も同様に大麻の花にとても悪影響です。なので紫外線をブロックする入れ物などに入れて保管することをお勧めします。光、温度、酸素によって大麻に残っている THCA が THC に変わりますが、同時に THC の方は CBN に変わります。さらに CBDA は CBD に変わり、 THCV も CBV というものに劣化していきます。大麻がなるべく酸素に触れるのを防ぐためにも、大きすぎる容器ではなくポケットサイズの入れ物などに保管するのがいいかもしれません。真空状態にできる入れ物がおすすめです。新しい酸素にさらさないのはなかなか難しいので、余計な酸素を防ぐことに意識を向けましょう。最後に寿命を延ばす方法を紹介します。オレンジピールを一緒に入れて乾燥剤代わりに使う方法です。乾燥剤でも良いのですが、オレンジピールはほのかに香りがついて、なおかつ湿気も取ってくれるのでおすすめです。いかがでしたでしょうか。大麻にカビが生えるなんて悲しすぎますよね。そうならないように最適な保存を心がけてみてください。 MJ チャンネルでは大麻に関する情報を分かりやすく解説していきます。少しでもいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。次回も楽しめるようなコンテンツを用意していきますので、通知ボタンも押してくれると嬉しいです。 Twitter とメディアの運営も頑張っていますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。